こんにちは、世界のサンナナです。今回はオーストラリアの住み方について紹介していきたいと思います。留学イコールホームステイっていうのが今まで主流だったと思うんですけど、実は他にもいろいろな住み方があるんです。なので今回この動画では自国を離れオーストラリアという地でどんな住み方ができるのか紹介します。まず私自身オーストラリアに今3年目でシェアハウスに6回住んだことがあって、仕事の寮に2回住んだことがあって、オーストラリアのホステルには10回以上住んだことがあります。あとは車で生活したこともあります。そのぐらいオーストラリアでいろんなところで住んできました。でオーストラリアではホームステイはしたことないんですけど、その16歳の時に1回ニュージーランドに3ヶ月間だけホームステイをした経験もあります。で今回はそういった経験をしてきたからこそ、それぞれの特徴だったりとかメリットとかデメリットを伝えられると思うので、その時の住んでた私の気持ちとかも一緒にシェアできたらなって思います。今回この動画では、ワーキングホリデービザを使ったり学生ビザを使ってオーストラリアに来た人たちがどんな住み方をしているのかっていうのを紹介していきたいんですけど、オーストラリア留学生たちが住む住み方は大きく分けて8種類あります。その8個の住み方もどのように見つけたかも一緒に紹介します。8種類最初に言っちゃいますね。ホームステイ、シェアハウス、オペア、バックパッカーズホステル、仕事の寮、学生寮、ファームハウス、車です。この8つの中で実は3つ無料で住めるところがあるんですね。家賃無料ですよ。家賃無料で住めるところを最初に紹介していきたいと思います。はい、では無料で住める3つの選択肢がオーペアと仕事の寮と車です。はい、ではこの3つの特徴をこれから紹介していきます。まずオーペアですね。オーペアは何かというと文化交流が目的で、オーストラリアの家庭に住み込みで入って育児だったり家事を手伝うことで、その家賃や食事が無料になるっていうプログラムなんですよ。しかもそこでお小遣いっていう、少額の手当ももらうことができて、そこは本当に家によりけりなんですけど、月10万円だったりとか1週間200ドルだったりとか、本当に家によってそこは違います。で空いた時間は仕事ができるっていう形です。オーペアのメリットは、子供と話しながら家族たちと一緒に交流しながら英語を話すことができるので、すごくアットホームな感じで英語を学べることができるっていうのと、デメリットはオンオフがあんまりないってことなんですよ。なぜかっていうと、子供たちは仕事か仕事じゃないかっていうのもあんまり把握してないと思うので、自分が家でゆっくりしてる時に子供たちが部屋に入ってきたりとか、そういうのでやっぱり仕事と仕事じゃない時のオンオフがあんまりつかなかったりするっていうのがデメリットです。オーペアの見つけ方は主にガムツリー、Facebook、あとエージェントがあったりします。なのでガムツリーと Facebook は無料で探すことができるんですけど、エージェントを通すとそこの手数料とか仕事が決まった時のお金を払わないといけないとか、そういうのもあったりするので、そこは個人に任せます。仕事の量は私自身2回経験があって、1回目はオーストラリアにある語学学校で働いた時で、2つ目がオーストラリアのマイン鉱山で働いた時なんですけど、1つ目の語学学校はインターンシップだったので、宿も出てご飯も3食出て、でもインターンシップだったのでお給料はもらう形ではなかったです。で2回目はそのオーストラリアの鉱山で働く仕事は2週間めちゃくちゃオーストラリアの田舎の方に行って働いて、1週間またシティに帰ってきてっていう、そういった住み方。2週間とか3週間とかやっぱ会社によって違くて、その2週間行ってる間の宿が出る、であとご飯も出るっていう形です。で2週間行って1週間帰ってきた時の1週間は基本的にホステル暮らしの人が留学生の中では多いイメージでした。でこの仕事の量で済むメリットはやっぱりお金がめちゃくちゃ貯まります。1個目の語学学校はインターンシップだったので、お金を貯めることはできなかったんですけど、2つ目の講座の仕事はご飯も出て宿も出てたので、もう働いた分全部貯金できたっていう形だったので、めちゃくちゃお金貯まりました。でデメリットが仕事を辞めた時と同時に家もなくなるってぐらいですね。仕事の量の見つけ方、最初の語学学校は私は日語プレスで見つけました。でその FIFO っていう仕事は Seek っていうサイトで見つけました。最後無料で住める3つ目
車生活、これはですね結構例外なんですけど、私が実際にした経験なので紹介させてもらいます。でオーストラリアってすっごくロードトリップが流行ってて、そのオーストラリアってところどころにフリーキャンプっていうもう無料で泊まれるキャンプ場がたくさんあるんですね。なので車をロードトリップ用にみんな改造してベッドとか置いて、オーストラリアをこうやって旅してる時にフリーキャンプに泊まって車の中で寝るっていう生活。フリーキャンプを探すサイトはウィキキャンプっていうアプリでいつも探してて、これは有料アプリでオーストラリアで8ドルします。で次残りの5つは有料っていうか、普通ですよね。普通に毎月家賃を払う形なんですけど、その5つを紹介していきたいと思います。その5つはホームステイ、シェアハウス、ホステル、学生寮、ファームハウスです。でホームステイは、主に学生の人たちがする住み方なんですけど、学生がオーストラリアの現地の人の家に泊まって生活をする。ご飯もそこのホームステイの家の人たちが作ってくれるので、宿泊費プラス食費代を払う形です。なのでちょっと普通にシェアハウスで住むよりは高くなります。メリットは現地の暮らしを知れるっていうのと、ゴリゴリの英語環境。デメリットは当たり外れがめちゃくちゃあるんですね。当たりだったらやっぱご飯も美味しいし、家族みんなフレンドリーだしっていうのがあるんですけど、外れだとご飯がまずかったりとか、ちゃんと作ってくれなかったりとか、あまりフレンドリーじゃなかったりとかするので、当たり外れがあるので結構そこで人生決まっちゃうみたいな感じです。私自身ホームステイした経験はすごくいい経験でした。でその時はやっぱり16歳だったっていうのもあるので、やっぱりホームステイの方が安心だなっていうのもあってホームステイだったんですけど、やっぱりルール門限とかがあったので、そこの縛りが嫌だなって思ってた部分はあったりとか、ご飯の時間が家族の時間で決まったりしているので、自分が食べたい時間に食べれなかったりとかはありました。でも日本じゃない違う国に行って私のことを心配してくれる人がいるっていうのはすごく心強かったです。はい、ホームステイの見つけ方はやっぱ学生の人たちがよくすることなので、学校とホームステイが提携していることが多いので、学校やエージェントで見つけることが多かったです。シェアハウス。シェアハウスは一つの家やアパートメントを数人でシェアする住み方です。シェアハウスの中にも部屋のタイプが2種類あって、一つが一つの部屋を何人かでシェアをするルームシェアと、もう一つが一つの家やアパートメントをシェアするフラットシェアがあります。最初に言ったルームシェアだと最初2人から始まって4人や5人6人ってなってて、で部屋もシャワーも基本的に共同です。次に言ったフラットシェアは1人部屋を持てます。で他の部屋には別の人が住んでる形なので、家によってはその家に1個しかシャワーがなかったら共有で、家に2つシャワールームがあったら自分のシャワールームとかトイレが使えたりします。基本的にオーストラリアってめちゃくちゃ家賃高いので、留学生だったりオーストラリアの学生だったり、あとはオーストラリアで20代とかの若い方たちも結構シェアハウスをしているので、シェアハウスでオーストラリア人と住むことも多いし、同じようなワーキングホリデーとか留学生で住むことも多いです。で私が実際にした経験は10人のシェアハウス、8人のシェアハウスだったりとか、あとは彼氏と同じ部屋を1つ使ってもう1個違う部屋で別のカップルが住むっていうシェアハウスの形もしました。で私が10人で女の子たちと住む時は 3LDK で1つの部屋に2段ベッドが2個あって、だから1つの部屋に4人女の子がいて、もう1つの部屋に4人、もう1つの部屋に2人って形で、2人の部屋だけちょっと値段が高いっていう感じですね。基本的にこんな形です。シェアルームのメリットはやっぱり交友関係がすごく深くなるというか、同じシェアルームのことやっぱりご飯とか食べるときに話す時間もあるし、一緒に外に出かけることもあるし、やっぱり深い交友関係が築きやすいのがシェアハウスだなって思いました。でデメリットは4人同じ部屋だと4人でシャワーとかトイレを共有するので、自分が好きな時間にシャワーが浴びれなかったりとか、自分が夜飲んでて遅く帰ってきた時になんか静かに入らないといけないとか、シャワー浴びた後ドライヤーしたいのに
みんな寝てるから起こしちゃったらどうしようっていう風にやっぱ気を使うのが嫌だなって思いました。シェアハウスの探し方は主にガムツリー、Facebook、あとは日本語でオーストラリアのことを発信してるサイトがあるんですけど、そういうサイトで探しました。例を出すと日語プレスってすごく大きなサイトだったりとか、そのオーストラリアのステートによっていろんなサイトがあるんですね。メルボルンだと GoGo メルボルンっていうサイトだったりとか、パースだとパース通信っていうサイトだったりとか、で日語プレスは主にオーストラリア全体的にいろいろ情報が載ってるサイトになります。ホステルっていうのはホテルよりも安くて、なおかつシェアするルームがあったりプライベートルームがあったりします。でホステルのことをこっちでは基本的にバックパッカーズホステル、または省略してバッパーって言います。主にバッパーにいるのは旅人、あとは留学生といってもワーキングホリデーを使っている留学生たちがたくさんいます。で国籍が主にヨーロピアンとか、あとはイギリス人とかがすごく多いです。基本的にパーティーが好きな人だったりイベントが好きとかアクティブが好きな人たちは結構多くて、みんなめちゃくちゃフレンドリーです。出会いと別れがすごく多いです。で情報収集もめちゃくちゃできるし、やっぱ仕事も一番バックパッカーズホステルがゲットしやすいなって感じています。なんでかっていうと、そのみんないろんな仕事をしている中でお互いに今私のところ仕事探してるんだけど探してるっていう風にする会話が結構多かったりするので、仕事のチャンスがたくさんあります。ホステルのメリットはいろんな国の友達が作りやすいっていうのと、あとは情報がたくさん得られます。でデメリットはキッチンをホステル住んでる人たち全員でやっぱ共有するので、結構キッチンが混んでたりとか、あとはやっぱ部屋にもよるんですけど、私はバックパッカーズホステルのプライベートルームにいつも彼氏と住むっていう形なんですけど、そういった場合は部屋にトイレとシャワーついたりするんですけど、ホステルの中のドミトリーって言って4人部屋とかだとまたそこでシャワールームとかをシェアしないといけないので、たまにシャワーを待たないといけないっていうのがデメリットです。あとパーティーホステルとかもあるので、パーティーホステルに行くと夜もうるさいので、パーティーが好きな人はいいんですけど、苦手な方はパーティーホステルじゃないところに行くことをお勧めします。学生寮、実際に私は学生寮がある学校でインターンシップをしていました。なので学生寮がどういう感じなのかわかるんですけど、やっぱみんなめっちゃ楽しそうでした。なんでかっていうと、授業も一緒にやって、でその後も一緒にご飯食べて、で部屋も一緒ってなるとやっぱりめちゃくちゃ交友関係の深い友達ができるし、本当にザ青春って感じです。メリットはずっと一緒にいることが多いので友達ができやすかったりとか、深い交友関係ができるし、やっぱり学校の先生とか学校の方たちも一緒にサポートしてくれるので、すごく初心者にとっては安心な場所なのかなってところがあります。でデメリットはやっぱり学校の学生寮なんで学校ありきなのでルールがあったりするので、ルールがたくさんあるのが嫌だなって方はもしかしたらデメリットになってしまうかもしれません。最後ファームハウスはファームの中にある家、そのままなんですけど、やっぱワーキングホリデーでオーストラリア来てる人はファームの仕事をする方が多いと思うんですけど、そのファームの中にその家があるっていうファームがあったりします。で家はシェアハウスと全く変わらないんですけど、そのファームから近い、しかも安いっていうのが特徴です。やっぱりファームしてる時ってシェアハウスとファームの場所が遠かったりすると車で通勤しなきゃいけなかったりとかするので、ファームハウスで住むとシェアハウス探す手間が省けたりするので、ファームハウスで住む人もいます。メリットは本当に仕事場から近いので10分前に起きても仕事が間に合います。デメリットがやっぱりファームの中にあるので虫が多いんですね。で私もファームハウスに住んだ経験があるんですけど、2週間で辞めました。はい、ファームハウスの探し方は働くファームに聞いてみるのが一番です。これが主にオーストラリアの住み方です。いろいろな住み方がオーストラリアにあるんですけど、基本的にはどの住み方からでも始められます。まずは1回住んでみることをお勧めします。で合わなかったら帰る、本当にそんな感じでいいので、1ヶ月経ってあんまり合わないなって思った時にすぐ帰られるように、私が今回一番伝えたいのは出口をちゃんと作っておくことです。私が部屋選びで一番気をつけたのはそこです。なんでかっていうと、住んでみないとわからないので、もし合わなかった時にすぐに出られるように契約はいつも短めにしておきました。でよかったら長く更新するっていう形の方が私的にはストレスにならないかなって思ったので、出口契約を長めにしない
長めのところには住まないっていう風に出口をちゃんと自分であらかじめ確保しておくっていうのを私はおすすめします。今回の私が伝えた情報で少しでもイメージしてもらえれば嬉しいです。今回は短く違いをパパパパって紹介したんですけど、もっと深掘りしてほしいなっていうのがあったらいつでもコメントしてください。はい、この動画を見て自分がどんな住み方が合うか参考にしてもらえたら嬉しいです。またいつでもチャンネル遊びに来てください。